長年勤め上げた会社を無事定年退職し、退職金と年金で穏やかな老後を過ごす。たまには夫婦で旅行に出かけたり、孫にお小遣いをあげたりする。そんなささやかな幸せを描いていたのに、現実は毎月の支払いに追われ、スーパーの特売品を血眼で探す日々。なぜこんなにお金がないんだろう。通帳を見つめながら、そんなため息をつく50代、60代の方が、今、決して少なくないと言われています。この方たちは、ギャンブルに狂ったり、身の丈に合わない贅沢をしたわけではありません。むしろ、誰よりも真面目に働き、家族の万が一を一番に考えてきた、心優しいお父さん、お母さんたちです。それなのになぜ老後になってからお金の不安に追われてしまうのでしょうか。その原因の一つとしてよくあるのが、家の奥に眠っている生命保険の証券です。毎月3万円、4万円というお金を安心のためと支払い続けた結果、本当に必要だった現金が手元に残らない。無事に長生きできたのに、保険の支払い負担のせいで生活が苦しくなる。そんな皮肉なことが実際に起きています。自分は昔からしっかり保険に入っているから、いざという時の備えは完璧だ。そう考えて、そのままにしていませんか。しかし、ここで少し立ち止まって、現実的なお話をさせてください。子供が独立した50代になっても、昔のままの保険料を払い続けるのは、手元に残るはずだった数百万円のまとまったお金を、自ら手放しているのと同じかもしれません。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。今日お届けする老後資産防衛シリーズでは、真面目な日本人が陥りやすい保険の払いすぎと、それがなぜ老後の資金不足につながるのか、わかりやすく解き明かしていきます。そして、大切な資産の目減りを防ぎ、老後のゆとりを生み出すための具体的な防衛策を一緒にお話ししましょう。まず大前提として知っておいてほしい。50代の方が陥りやすい心理があります。30代で子供が生まれ、住宅ローンを組んだ時、勧められるがままに入った手厚い保険セット。万が一のことがあったら家族が困るから。その思いで、何十年も保険料を払い続けてきたあなたは、本当に家族思いの素晴らしい方です。でも、お子さんが社会人になり独立した今、その高額な死亡保障は、本当にまだ必要でしょうか。今のあなたに万が一のことがあっても、残されたご家族が生活に困るリスクは、30代の頃と比べてかなり減っています。住宅ローンの多くを返し終えていて、これから何千万円もかかる子供の学費を払う必要もなくなっているからです。さらに、私たちが納めている社会保険には、遺族年金という公的な仕組みがあります。夫に万が一のことがあっても、要件を満たせば、残された妻には、遺族厚生年金が支給される場合があります。それなのに、子供が小さかった頃の大きな不安に対する、高額な死亡保障をそのまま払い続けるのは、重い荷物を背負ったまま歩き続けて、苦しいと嘆いているようなものです。昔入ったままだし、手続きが面倒だ。解約してすぐに何かあったらもったいない。そういう気持ちはすごくわかりますが、その見直さないという選択が、老後資金を少しずつ削り取っているんです。二つ目のポイントは、多くの人が気にしている医療保険やがん保険についてです。どうして50代の多くが手厚すぎる医療保険をいつまでも解約できずにいるのでしょうか。それは日本の公的な医療保険制度の本当の強さがあまり知られていないからです。がんになって長期入院や手術をしたら医療費が払えなくなってしまうのではないか。そんな風に不安を感じていませんか。確かに最新の治療費は高額になっています。しかし日本には世界でもトップクラスの高額療養費制度という仕組みがあります。これは所得によって1ヶ月の自己負担額の上限が決まる。とてもありがたい制度です。例えば70歳未満で
年収約370万から770万円の人の場合、以下の計算式で上限額が決まります。仮に1月の総医療費が100万円だった場合、保険適用となる治療の範囲内であれば、自己負担額は約8万7430円となる計算です。ここで大事なポイントがあります。窓口で一時的に高額を立て替えるのと心配になるかもしれませんが、大丈夫です。事前に限度額適用認定証というものを手に入れて病院の窓口に提示しておけば、窓口での支払いを上限額に抑えられます。もし提示が間に合わなくても、後から申請して払い戻しを受けることができるのです。さらに、直近12ヶ月間で、同一世帯で高額療養費が支給された月が3回以上あった場合、4回目からは自己負担の上限額が約4万4400円にまで下がります。もちろん実際の治療費によって金額は変動しますが、青天井で請求されるわけではありません。数ヶ月の入院や手術をしたとしても、貯金から数十万円を払える現金の準備があれば、医療費だけで家計が破綻するリスクを大きく下げやすい仕組みになっているんです。さらに健康保険組合によっては、独自の付加給付があるところもあります。内容は組合ごとに違うんですが、保険診療の自己負担に上限を設けて、月の負担が実質2万円程度になるケースもあるんです。実は私も過去に保険診療の総医療費が一月で数百万円になったことがあります。でも限度額適用認定証を使ったおかげで、窓口の支払いは上限の十数万円で済みました。さらに後日、当時加入していた健康保険組合の付加給付で、なんと自己負担が2万円を超えた分が自分の給与口座に戻ってきて、結果として自己負担は実質2万円ほど。日本の健康保険制度って本当に心強いな。改めて実感した出来事でした。これらを考えれば、毎月1万円以上の高い医療保険を何十年も払い続けるよりも、いざという時のための現金のクッションを手元に厚く持っておく方が、ずっとシンプルで強い備えになり得ます。起きる確率の低いリスクに対して、毎月大金を払い続けるという行為は、一度冷静に見直してみる価値があります。3つ目の注意点は、銀行の窓口などで勧められる貯蓄型保険や外貨建て保険です。銀行に預けていても増えませんよ。外貨なら日本の低金利よりも有利です。そんな言葉に誘われて、まとまった退職金などを外貨建ての生命保険に入れていませんか？保証と貯蓄がセットになっている保険は、一見するとすごく魅力的に聞こえますが、仕組み上、コストが見えにくく、手数料の負担が大きい商品もあるので、注意が必要です。パンフレットの表面には、良いことが大きく書かれ、コストの詳細は見落としがちです。支払った保険料の中から、契約の維持管理費などが差し引かれ、その残ったお金が運用に回される仕組みです。特に外貨建ての場合は、両替のたびに、為替手数料などのコストもかかります。投資と保険を一つの商品で済ませようとすると、思わぬコストがかかる場合があることを覚えておいてください。そして、保険の払いすぎで一番もったいないのが、目に見えない機械損失です。毎月3万円の不要な保険料を見直すのが面倒だという理由だけで、50代から20年間払い続けたとしましょう。3万円を12ヶ月、それを20年間続けると、なんと総額で720万円もの金額になります。手元に残るはずだった720万円が、気づかないうちに消えていくことになります。さらに言うと、このお金を運用に回すチャンスを逃しているという事実もあります。もし、この月3万円を新NISAなどで、世界中の有料な株式に分散投資していたら、どうなっていたでしょうか。もちろん投資なので、増える場合も減る場合もありますが、過去のデータに基づくシミュレーションの一例として、インフレによる目減りリスクを抑えながら、720万円の元本がしっかりと成長し、
老後の大切な資産の一部として大きく貢献していた可能性もあるのです。見直すのが面倒くさいとそのままにしておくことで、老後に旅行に行ったり趣味を楽しんだりする、そんなゆとりのある未来を少し遠ざけてしまっているかもしれません。では、50代からの資産防衛において具体的にどう行動すればいいのでしょうか。資産の目減りを防ぐための具体的な3つのステップをお伝えします。1つ目、今の自分の本当のリスクを計算し、保険の整理を行うことです。子供がすでに独立しているのなら、高額な死亡保障が本当に必要か再計算し、多すぎるようなら減額や解約を検討してみてください。残された家族のためのお葬式代や当面の生活費として、数百万円の掛け捨て保険があれば十分なケースが多いです。無駄に手厚い入院特約や重複している医療保険も、勇気を持って見直しを検討してみましょう。保険は万が一のことが起きたときに、貯金ではどうしても賄えない出費をカバーするために入るものです。2つ目、いざという時のための生活防衛資金を現金として手元にしっかり確保することです。高額療養費制度という頼もしい制度があっても、差額ベッド代や入院中の食事代など、保険適用外の出費はどうしても発生します。また、病気でしばらく働けなくなるリスクもあります。そのため、最低でも半年から1年分の生活費を、すぐに引き出せる現金として銀行に確保しておきましょう。この現金のクッションが手元にあるからこそ、保険を減らしても不安にならず、心穏やかに老後を迎えることができるんです。3つ目、保険を見直して浮いたお金を老後資金の運用へ回していくことです。浮いた月2万円や3万円を新NISAなどを活用してリスクを管理しながら少しずつ運用に回す仕組みを作ってみてください。老後生活のしっかりした土台は毎月振り込まれる公的年金と運用から得られる場合もある運用益で構成されるのが理想的です。無駄な固定費を削り、その資金を働かせる。これこそが老後のお金の寿命を延ばす、とても堅実な方法になり得ます。50代からの資産形成で気をつけたいのは、今までずっと払ってきたからもったいないと、現状のままにしてしまうことです。見直すのは少し面倒かもしれませんが、そのほんの少しの行動が、老後のゆとりに大きな差を生むことにつながります。あなたが本当に欲しかったものは、安心という言葉で包まれた保険証券でしょうか。それとも、お金の不安を少しでも減らして、大切な家族と一緒に穏やかに笑い合える、そんな自由な時間でしょうか。保険の見直しという一歩を踏み出して、自分に合った正しいお金の守り方を見つけていきましょう。今日、この動画を見て、少しでも保険を見直してみようと思えた方、ぜひコメント欄で意気込みを聞かせてください。健康保険制度について知らなかった。不要な生命保険は今すぐ見直す。浮いたお金で老後の準備をする。そんな一言が、これからの行動への良いきっかけになります。そして、老後の資産を守るヒントになった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。ぜひ他の動画もチェックして、お金を守るための知識を深めてください。皆さんの応援が動画を作り続ける一番の励みになります。正しい知識を身につけて、焦らず着実に大切な資産とご家族を守っていきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。